霧島山は、南九州に位置する広い火山群の総称です。歴史時代、特に活発に噴火を繰り返す、お鉢、そして新燃岳。その他の火山も、有史以前には爆発的噴火を繰り返していました。そのため、それぞれの火山が、月面のクレーターのように、大きな火口を有しています。さらに、この火山群の北側にある2つの盆地は、いずれも大規模噴火による陥没地形、カルデラと考えられています。霧島山は、この2つのカルデラを母体とした5カルデラ火山なのです。南九州は火山大国日本にあって、ひときわ多くのカルデラが集積する地域です。それぞれが巨大噴火により膨大なマグマを噴出した痕跡です。なぜ、この一帯ではこれほどのマグマがもたらされるのでしょうか。それは、マグマの供給源である火山フロントと重なるように、大地の裂け目、地溝が存在するからです。数百万年前、フィリピン海プレートが深く沈み込むようになり、海溝が後退を始めます。それに伴って、南九州や南西諸島では、地殻が引き伸ばされる箇所が現れます。引き伸ばされた部分は、それぞれ沖縄トラフ、鹿児島地溝と呼ばれます。火山フロントが東へ移動し、地溝が拡大を続けた結果、火山フロントと地溝の2つが重なる地域が出現します。重なり合った場所では、地殻の融解によって大量のマグマが生成されているのかもしれません。以後、この場所では巨大噴火が相次ぐことになります。鹿児島地溝は、そのすべてが火山フロントと重なり合うため、カルデラの一大集積地帯となったのです。霧島山の母体である格闘カルデラと小林カルデラは、この鹿児島地溝の北端にあたります。約60万年前、起源不明の火砕流が南九州を覆います。その頃から、霧島山地域で火山活動が始まります。7万年ほどの間に、少なくとも7回の噴火があったようです。そして、約52万年前、この地域、おそらく小林カルデラから巨大噴火が発生します。大規模なプリニー式噴火から始まり、続いて大規模火砕流噴火に移行しました。火砕流は宮崎県を中心に南九州の広い範囲を覆います。火山灰の分布範囲は明らかではありませんが、遠く関東地方まで堆積していることが分かっています。総噴出量は100立方キロメートルに及ぶと思われます。小林カルデラの形成後、格闘カルデラの形成までの間にも、たびたび噴火が発生します。この時期の古い火山の多くは、現在はすでに崩壊し、または埋没しています。しかし、古い火山帯のいくつかは、カルデラ崩壊を生き延びて現在まで残りました。
約33万年前、この地域で小規模なプリニー式噴火が発生します。しかし、噴火はそれだけでは終わりませんでした。その後、膨大な量の火砕物が一気に溢れ出す破局的噴火へと至ります。火砕流は再び南九州を覆い尽くします。この噴火の総噴出量も100立方キロメートルを超える膨大なものです。形成された当初の格闘カルデラの中央部は、現在より400メートル程度低い海面下150メートル程度まで陥没していました。その後、湖となったカルデラは、堆積物によって急速に埋め立てられていきます。霧島火山群は、この2つのカルデラ形成噴火を経て、カルデラの南縁に続々と誕生することになります。格闘カルデラの形成後、それほど時を経ずに、霧島火山群は活動を再開します。これらの火山からは、しばしば爆発的噴火も発生したようです。24万年前から13万年前頃まで、霧島火山は静穏期となります。その間、この地域には、南北の離れた場所からのテフラが堆積します。九州の火山活動の激しさがわかります。霧島山は13万年前から再び活動を始めます。この時期からは、九州一帯の火山活動も激しくなり、多くの外来テフラが霧島の周辺に堆積します。これにより、格闘カルデラに存在していた湖の固定も次第に上昇していきます。約5万年前からは、大波池、ひなもり岳、大畑山、双子石が山体を形成します。この時期は、大波池とひなもり岳が、いずれも比較的規模の大きい噴火を起こします。ひなもり岳ではこの時期、山体崩壊も発生しますが、すぐに次の活動が始まり、山体が再生されます。現在のひなもり岳には、崩壊の跡が見られません。この頃、格闘カルデラには、まだカルデラ湖、
湖殻島湖が存在していました。湖の南部は霧島火山群によって埋め立てられ、また、多数の火山噴出物が堆積したことにより、湖底も上昇していた頃です。約29000年前、南九州である大事件が起き、湖殻島湖が消滅に追い込まれます。霧島の南方、アイラカルデラから発生した巨大火砕流、糸火砕流が南九州を埋め尽くし、広大な範囲に火砕流大地を形成したのです。霧島山の周辺地域も厚い火砕流に覆われたことで、湖殻島湖はその後徐々に干上がり、そして消滅します。糸火砕流の流入直後も活動は続き、新たな火山が続々と誕生します。約1万7000年前、唐国岳から大きな噴火があり、唐国岳の山体も急成長します。霧島山の最高峰の誕生です。約1万年前には、新燃岳でも爆発的噴火が起こり、山体が成長しました。その後も主要な火山が誕生し、霧島山は現在の姿に近づきます。およそ7600年前からの数百年間は、小高千穂火山が激しい噴火を繰り返した時期です。縄文時代の年代区分では、早期から前期にあたります。小高千穂火山は、7300年前に発生した機械赤穂や噴火の前後を通じて、激しく噴火を繰り返していました。それに伴って、山体も大きく成長します。霧島山の周辺は、機械カルデラからの火砕流の直撃は免れました。しかし、短時間に数十センチも堆積した赤穂や火山灰と、たびたび降り積もる牛のすね火山灰により、この地は人々の居住にとって非常に過酷な環境となったのです。小高千穂火山の形成後、西側の火口からさらに山体が成長し、高千穂火山の山頂部が完成します。
およそ6000年前、機械カルデラの噴火からおよそ1000年が経ち、植生も回復していたこの時期、高千穂火山の周辺では、人々の生活が続いていました。ある時、高千穂火山の山頂火口から溶岩が噴出します。粘性の高い溶岩が火口を塞ぎ、積み重なり、そして鋭角の山頂部が現れました。長きにわたって激しく噴火を繰り返してきた高千穂火山は、これ以後、静まることになります。気高い姿を見せる高千穂火山を、この地の人々は、どのように見上げていたのでしょう。4600年ほど前、霧島火山群の東の外れから、火山群の活動史上、最大の噴火が発生します。ベースサージを伴うプリニー式噴火によって、総噴出量3.1立方キロメートルの軽石を噴出しました。風下の都城盆地では、厚さ1メートルを超える軽石が堆積します。これにより、大きな河口地形、三池が誕生します。この数千年、マグマの大きな噴出が見られるのは、主に火山群の南東部です。しかし、霧島火山群の中央部、海老野高原の周辺でも、しばしば爆発的噴火が発生しています。4300年前、唐国岳の北西斜面で発生した水蒸気噴火は、斜面の崩壊を伴う危険なものでした。岩雪なだれ堆積物は、海老の高原を覆うように分布しています。1600年前には、海老の高原の中央部から爆発的な水蒸気噴火が発生します。爆発によってえぐれた場所には水が溜まり、不動池となりました。海老の高原の硫黄山は、歴史時代に誕生した新しい火山です。麓からわずか50メートルほどの高さの山ですが、噴気を上げる白い山体はまさに活火山です。硫黄山の出現時期ははっきりとは分かっていません。16世紀から17世紀頃に誕生し、成長したようです。1768年、海老の高原で水蒸気噴火が発生しました。噴出場所は、硫黄山の東火口、または唐国岳の北西斜面です。いずれにしても、同じ場所です。硫黄山はその形成後、噴気活動が収まり、樹木に覆われた時期もあったようです。しかし、明治以降、再び噴気活動が活発化し、現在のような裸地となりました。2018年、硫黄山で、ごく小規模な噴火が観測されました。噴石が周囲100メートル程度飛散したようです。
また、山頂付近だけでなく、道路沿いでも小噴火を起こしています。なお、火山性地震の増加により、噴火の2ヶ月前には、すでに火口周辺の立ち入りが規制されていました。硫黄山がある海老野高原の周辺は、現在も地熱と噴気レベルが高い場所です。地下水も豊富に存在すると思われ、水蒸気噴火が発生しやすいエリアと言えます。お八火山は、西暦700年頃に誕生した、ごく新しい火山です。高千穂複合火山は、活動地点を西へ移動させながら成長してきました。お八は、その最も西側に誕生した火山です。霧島山では、歴史時代、70回ほどの噴火があったと推定されていますが、そのうち50以上がお八からの噴火と考えられています。お八は、歴史時代の霧島火山群で、最も激しく噴火を繰り返してきたのです。霧島山の噴火が初めて歴史に記録されるのは742年のことです。これは、お八の噴火記録と思われます。その後のお八は、たびたび大きな噴火を起こし、鎌倉時代までには山体をほぼ完成させます。中でも、文略の噴火は、新燃岳の強風噴火と並ぶ、歴史時代の霧島山最大規模の噴火でした。明治と大正期のお八は、激しい活動が続いた期間です。ブルカノ式噴火を盛んに繰り返す様は、直近70年間の桜島を彷彿とさせます。そして、1923年の噴火を最後に、お八は噴火を止めています。それから80年後の2003年から、お八では、たびたび火山性微動が観測され、新たな噴気口も確認されました。しかし、幸い、それは、新たな活動期の到来にはつながりませんでした。最後の噴火から100年が経つ現在は、ごく静穏な状態を保っています。新燃岳は、霧島山のほぼ中央に位置する火山です。1万年ほど前の噴火により山体が成長し、現在に近い形となりました。その後は、
活動期と静穏期を繰り返して現在に至ります。現在の新燃岳は、18世紀に始まる最新の活動期のただ中にあります。新燃岳は、江戸時代の中頃まで噴火の記録がありません。その頃はまだ新燃岳という名もありません。両部池、釈迦の岳などと呼ばれていました。1716年、新燃岳の噴火が歴史上初めて記録されます。泥流が川に流れ、また、噴石により、町や寺が焼かれる様子が描写されています。1年半にわたって断続的に続いたこの噴火は、歴史時代の新燃岳における最大規模の噴火でした。以後、この火山は新燃岳と呼ばれるようになったのです。その後、新燃岳は江戸時代に2度の噴火を起こします。明治と大正期の噴火記録はなく、その後は散発的に小噴火が発生していました。2009年の末から、新燃岳の周辺の地殻変動が観測され始め、2010年からは、小規模な水蒸気噴火が頻発します。2011年に入ると、マグマ噴火へと移行しました。新燃岳のマグマ噴火は、江戸中期以来のことです。そして、1月26日から翌日にかけて、規模の大きい噴火が発生します。連続的に軽石を吹き上げる危険な噴火でした。その後、山頂火口も、江戸時代と同様に溶岩で満たされます。新燃岳は、2017年の水蒸気噴火に続き、2018年には、再びマグマ噴火を起こします。新燃岳が、まさに、活動期のただ中にあることを思い知らされます。霧島山は、北西から南東方向に伸びる火山群を形成しています。一つの火山を形成するのではなく、広く分散しているのは、ここに長い断層が存在するからです。ここには、鹿児島地方の拡大に伴う割れ目が存在し、それがマグマの上昇を容易にしているのです。マグマの上昇が容易であるため、火口が分散し、広い火山群を形成しました。
霧島山の周辺の地震活動も、おおよそこの断層に沿った形で現れています。しかし、地震活動は断層の周辺に限りません。この断層の空白域、格闘カルデラの域内から強い地震が発生したことがあります。昭和36年、日向灘でマグニチュード7.0の地震が発生します。そして、その2週間後からしばらくの間、吉松町を中心として群発地震が発生しました。まるで小説、首都日本のオープニングを思わせる不気味な現象です。また、昭和43年には、やはり格闘盆地で強い地震が発生します。こちらは戦後最大の火山性地震でした。小説、首都日本の作中にあるように、格闘カルデラは30万年をかけて着々と再生を進めているのかもしれません。